はい、こんにちは、吉田です。ちょっとこういう形でお話しするのもちょっと久しぶりな感じがしますけども、今日は、写真展のご紹介をさせていただこうかなと思います。その写真展というのは何かというと、こちらですね。有賀幹夫さんの、写真展、Miss You Tribute to Charlie Watts ということで、昨年に、亡くなられた、ローリング・ストーンズのドラムのチャーリー・ワッツさんの、写真展という形になっているわけですけれども、こちらがですね、全部その、有賀さんのお写真で、場所がディスクユニオンお茶の水駅前店というところでですね、開催しております。で、会期が2月の23日まで、2022年の2月の23日までというところなので、ちょっとこの動画、ご覧に、公開のタイミングでご覧になっていただいている方には、まだ2週間ぐらい、ご時間的に余裕があるかなと思うんですけれども、ちょっとね、お近くを通る方じゃないとちょっと行きづらいっていう部分もあるかもしれないですし、あんまり音楽に馴染みがないっていう方は、ちょっとあんまり興味をそそられないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんでこれを、ご紹介しようかなって思ったかっていうとですね、ローリング・ストーンズ、ロックバンドですよと。で、そのロックバンドのドラムの方なんですけども、ご自身のプロジェクトというか、そのバンドとは離れたところで、ジャズのドラムもやってらっしゃったっていう形でやってらっしゃった方なので、そういうシーンを、まとめてらっしゃるわけですけれども、この、有賀さんのお写真から見られる、目線、ぜひね、一回、その生のプリントでご覧になったらいいんじゃないかなと思って、えーご紹介しました。で、私もそういう意味では、大変失礼なお話なんですけど、ローリング・ストーンズっていうバンドを、実はあんまりちゃんと聞いたことはなかったんですよ。実はあまり馴染みのある演奏家の方でもなかったっていう部分はあるんですけど、この、写真を拝見した感想っていう形になるんですけど、何よりですね、このチャーリー・ワッツっていう方の視線がすごい印象的なんですよね。なんか、ドラムっていう形で常にバンドの一番後ろにいるっていう部分もあるのかもしれないですけど、なんかね、常にね、誰かを気にしてる、他のメンバーを気にしてるとか、オフショットとかもあるんですけど、オフショットとか、控え室の写真とかもあるんですけど、そこでもやっぱり誰かを見てる、なんか誰かを気遣ってる、誰かに配慮してるような、視線がすごく印象的でですね、なんというかそこをですね、きっちり拾ってってる、やっぱり有賀さんっていうカメラマン、フォトグラファーの目線っていうのも、すごくいい写真であると同時に、その目線とか、その瞬間を見てるカメラを持つ撮り手としての有賀さんっていう存在がやっぱりいるってところまで含めて考えると、実はこれ写真撮ってる人にはすごい勉強になる、写真なんじゃないかなって思ったので、ちょっと今回ご紹介に至ったわけです。ちょっとその写真展の様子も許可をいただいて、撮らせていただいてちょっとお見せしますけれども、やっぱりですね、演奏中の写真もそうなんですけど、その控え室とかオフショットがものすごく印象的だし、そのステージ上の写真もやっぱりその他の人との掛け合いっていう部分も含めてのその他のメンバーに対する配慮っていうのが、すごくですね見え隠れする、お写真だなと。で、かつ、その中でも、これを残していくんだ、すごいなって思ってるのは、やっぱり、そのドラマーとしての、チャーリー・ワッツっていう人の、手元とかですね、やっぱりそういうところをちゃんと抑えていくっていうのが、そのバンドを撮るとか、演奏を撮るとか、そのライブコンサートを撮るっていうところもそうなんですけど、その人の仕事を記録していくっていう上での目線では、なんかすごく大事なんじゃないかなと思って見てて、そう感じたんですよね。やっぱりそういうところを見ていく、どういうところを見てるか、で、どこでシャッターを切れてるかっていうのが、その撮り手としての、目線とかキャラクターであるし、そこでシャッターを切って残しているっていうのが撮り手としての技術であって、で、それを支えるのがカメラなんですよね。
そこについてくる道具が欲しいって言って初めてカメラなんですよ。だからやっぱり撮りたいものがあるっていうのはすごく大事なことだし、これを撮っているっていう意識と、どういうところを見たいと、はっきり意識に思ってなくていいんですよ。意識に思ってなくていいんですけど、潜在的にこういうものに興味があるっていうものがある人が撮ってるのとない人が撮ってるので全然結果って違うんで、そういう意味でですね、他の人の写真を見て、どういうふうにそれが、写真っていうものに落ちてるのかっていうのを、ちょっと見ていただくのがいいんだろうなと思うんですよ。ライブフォトとか、そういうシーンを撮っていくっていうのは結構条件とか制約が厳しいんですよね。ステージはどうしても、演出のための照明はありますけど、写真のための照明ではないので、見る人のための照明なんですよね。だから、撮るには必ずしも適切とは言えないで、しかも、すごい銀塩時代のお写真からあるわけです。これ銀塩時代のお写真から有賀さんがスキャンされて、プリントにされてる、写真もたくさんあるわけですね。そういうのを見てると結局のところですね、やっぱりその条件の厳しさっていうのがもうプリントにも出るんですよ。これはもうしょうがないことですよね。当たり前のことなんですよ。だけど、それでも、ものすごくいい写真だし、印象的な写真なんですよ。制約がなくなることが、いいことではなくて、制約があっても、その中でどうやって、工夫できるかっていうポイントっていうのを見ていただく上でも、なんかすごく勉強になる写真展だなと思ったので、そういう意味でご紹介をさせていただいたという次第ですね。はい。でもそんなこと言ってても、何より写真がすごく印象的です。やっぱりその、チャーリー・ワッツっていう方のその目線と、その有賀さんの目線が、その交錯する瞬間っていうのがですね、すごくいい。で、何より、個人的にすごく印象深かったのがね、1枚だけ、1枚だけというか、オフショット完全にその演奏中でもなく、控え室でもなく、その後お食事に行かれたような感じのお写真が1枚あって、そこでのね、そのチャーリー・ワッツさんの、目線の、なんていうかね、穏やかさがね、すごい印象に残ってるんですよね。あれが、なんていうか、初めてその、ご自身のための時間を過ごされてる、そういう感じが、なんていうか、感じられる写真で、そこをね、写し取ってるっていうところで、カメラマンの仕事に終わりはないよなというか、例えばイベントがあった時に、イベントの始まりから終わりまで撮ればいいのかっていうと、絶対そうではなくて、そのイベントの始まりと終わりのさらに外側とか、その裏側とかに、なんというか、そのイベントを、ものすごくですね、語るシーンがあったりするんですよね。自分もそんなに仕事としてがっつりっていうわけではないですけど、ライブ撮ったこともありますし、それ以外のイベントっていうのも撮ったことがあるので、でも仕事で音楽関係っていうと、自分はね、あれなんですよね、和楽器系の発表会とか、合唱とか、そういうシーンを撮らせてもらったことはあるんですけど、やっぱりそういう時もね、その写真、その舞台に上がるまでの舞台の上はもちろん大事だし、そこはすごく魅力的なんですけど、そこに上がるまでのその人たちの、過ごし方も含め、緊張感、そういうのがですね、なんかやっぱりすごく大事だし、好きだし、それが終わった後の和やかさとか、なんか安堵した表情とかっていうのもやっぱりそれって実はそのステージを見た時にそのステージの盛り上がりを写真から想像するための実は一つの、ポイントだったり支えになったりするカットだったりするっていうことはよくある話なんですよね。だからそういうシーンもきっちり抑えていくっていう部分は大事なんですけど、やっぱりそのお食事の
時に見せた表情をやっぱりちゃんと抑えてるっていうところで、やっぱりその有賀さんっていう人の被写体に対してのっていうことにはなっちゃうんですけど、そのカメラを向けた相手に対しての敬意とか敬いとか、そういうですね、感じられる情が感じられるカットだなとすごく思って、そういうところまで、見られる写真展っていうのがそんなないんですよ。なんて言うんだろうな、裏側ってなんというか、そのプロの仕事してるところの裏側を見せるテレビ番組とかはあったりするわけです。なんでそういうのがあるかっていうと、その裏側がやっぱり魅力的だったりするからだったりもするわけですよね。その裏側もある意味でその写真、一つの写真展の中で見せてくれるし、かつその裏側になりそうな部分もさらに言えば、要するに有賀さんが撮ってるっていう、その有賀さんの取り組み方とか、撮り方っていうのがもうそもそも我々からしたらその仕事の裏じゃないですか。そこもなんとなく想像して見えてくる、写真展なので、これはすごく見応えがあるというか、見てて、ずっと見てられるなって思った写真展だったので、ぜひ見ていただきたいなと。プリント購入もできますし、そこで。そしたら、有賀さんがプリントしてくださるんだと思うんですけど、これを見てる方には、ローリング・ストーンズ知らない、聞いたことない、別に音楽興味がないという方もたくさんいらっしゃると思います。それは別にいいと思います、正直言うと。知ってる人が見てくれたらそれは楽しいと思うんですけど、知らない人が見てても絶対に得るものがある写真展だと思いました。はい。なので、もしね、お近くの方はですね、ぜひ見に行っていただけたらなと思います。そういう環境下で、写真を撮るっていうケースがあるんだ、そういう環境下で写真を撮ってる人がいるんだと思って、ちょっとでもですね、思っていただけたらなんかちょっと嬉しいかなと思います。やっぱりそういうシーンに関してのなかなかね、見られることってあんまりないので、ご覧になっていただけたらなと思います。とはいえ、東京なのでね、開催してるのが、遠くて行けないよっていう方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方のためにっていうわけではないですけど、有賀幹夫さんが、YouTube チャンネルをやってらっしゃいます。有賀さんの、動画の中で1本、その今回の写真展に関して、有賀さんが作られた動画があるので、そこからですね、その展示に使われたプリントとかも動画内で紹介してくださっているので、ぜひそちらをですね、概要欄にリンク書きますので、それをですね、ぜひご覧になってみてください。有賀さんのコメントもついているので、その時の様子っていうのがですね、聞けると思います。ライブフォトの魅力というか、ライブフォト楽しそうだなって、知らない人でも思ってくれるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。写真展を見ると。はい。なので、ぜひですね、ご覧になっていただけるといいのかなと思います。ディスクユニオンお茶の水駅前店は、JR ですと聖橋口、お茶の水駅聖橋口が近いです。他の駅ですと、東京メトロ新お茶の水駅が近いですね。で、お茶の水駅の、西側にも JR の西側の出口もあるんですけど、西側の出口だとちょっと4、5分歩きます。はい。線路際の、道を歩いていって、明治大学方面に出て、線路際の道を延々歩いて聖橋口の方に行っていただくという感じになります。で、お茶の水駅は丸ノ内線もありますけど、丸ノ内線ですと、橋を渡って、JR のその西側の改札を通り過ぎて、やっぱり JR の線路際の道を歩いて、聖橋口新お茶の水駅方面に抜けていくっていう形で歩いていただくと、分かりやすいかなと思います。はい。というわけでですね、はい。そんなわけで、もしお近くの方、会期中行けそうな方、本当はね、1ヶ月ぐらいやってたので、
もっと早くご紹介できればよかったんですが、ちょっとね、公開が遅れて申し訳ないです。もしね、よかったら、見に行かれてください。はい。そんなわけで、ちょっとまた展示っていうのもね、なんか面白い展示があったら、お話ししようかなと。展示見るの割と好きで、絵とか、それ以外のやつも見るんですよ。写真も見るんですけど。はい。というわけでですね、面白い展示があったら、なんかちょっと、またお話ししたいなと思っておりますので、まあ、そんなお話もできればなと思います。はい。そういうわけで、今日はこの辺りで、失礼します。ありがとうございました。